あそこは切り刃にゴムが入ってて、まずゴムで縮れさせます。ラーメン好きからすると最高ですよね。夢の国、回します。回します。はい。でこんな感じで魚粉にして、これは居酒屋さんにだしパックっていう形で販売してます。うちのスープと同じブレンドの煮干しでお湯とかにポチャッと入れれば、一応うちと同じ感じの出汁が出る。コロナでもう何でもやるみたいな感じになって、で担々麺作るかみたいな感じで、こちらが冷蔵庫、こんな感じでタレがあったりとかメンマがあったりとか、9月12とかで終わっちゃうんですけど、それ結構前からやってた。いや8月から。昨日醤油で煮たりとか、今はこれまだ火がちょっとまだ入ってない状態なんで、ちょっと重しをしてみたいな。二郎のアジ油っていうか、あれあるじゃないですか。あれをちょっと再現したくて、ここは自販でいろんな商品を全国に卸してて、その商品のためになんかいろんな施策をしてるっていう。ここが熱いです。豚骨そばは本当にガンガンになりますけど、ちょっとバランスを整えたりとか、油と煮干しのなんていうんですか、比重を変えたりみたいな感じの時に混ぜたりします。すごい仲のいい漁師さんで、うちのスタッフが修行に煮干し漁の修行に行ったりとかしてて、味のベースはこっちの2種、これ今回たまたま両方とも長崎なんですけど、長崎のもうちょっとこの油が乗ってるっつったら分かりますか、ちょっと酸化もしつつ、でもこれがラーメンにうまいみたいな、絶妙に違うんですけど、こっちも長崎で、こっちの方はもうちょっと油があって水分量が多くて、それを絶妙にブレンドしてあれに入れてる。鱗がこうやって残ってるのが銀付きって言って、新鮮なイワシをそのまま生きてるうちに煮干しにしないと、これ鱗が残んないって言われてて、残ってる方がなんだろうな、料亭とかそういう上品なところで使われるみたいです。ただラーメンなんで、これ 100% で高い煮干し 100% でやればいいってわけではなくて、こっちの方が全然安いんですけど、ラーメンの荒々しさみたいなのはこっちの方が全然出るっていう感じです。背脂をミキシングして煮干しと一緒にちょっと砕き込んで、これをラーメンに最後に入れるっていう。これは先ほど取ったこれ。あ、そうそうそう。500人前ぐらい。あれ一つ。はい。で、この辺ですかね。これ煮干し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 。これ煮干
今なんか季節的に長崎が多いですね。なんか今年は千葉が良くて長崎がみたいな時もありますし、これはまあ広島で、広島。はい、煮干し界でいうとその伊吹島、伊吹いりこっていうのがすごいブランディングしてて値段も上がってるんですけども、結局同じ海で取ったやつを、まあ、近くの広島とかでやった方が値段も安いし、まあまあうまいみたいな。だからみんなやっぱ伊吹いりこっていうと使いたがるんで、まあ、物はもちろんいいですよ、けどうちで言うとラーメンに使うあれなんで、まあ、広島とか、海は一緒で、まあ、加工もほとんど一緒みたいな感じのやつを、使ってます。これ煮干しの綿取りですね。うちの一番美人の人が。この工程はもうやっぱ機械とかでできるんですか？これは無理ですね。ダメ出し食らっちゃう。ダメね、そんなことない。ダメとかね。苦味が出ちゃう。そうそう。こんな感じで、これ通販用の商品をうちのナンバー2美女が。あんまり言うとセクハラで怒られちゃう。今ちょうど粉来たとこっすね。ここは冷凍のストッカーです。まあ基本通販の商品と自販の商品はちょっと寒いですけど、こんな感じで、あとこれ自販の商品ですね。今全国に自販を置くみたいなプロジェクトをしてて、コロナ禍とって自販のラーメンってすごい良くて、家で食べれるし、店行きたいけど行けないとかっていう方がすごいいるんで、15拠点ぐらいにうちのラーメンが買える自販機を置いてます。ちょっとまた寒い続きですけど、一応完成したスープとかがこんな感じで、これ店舗の出荷待ちっていう感じです。家系もあります。はい、静岡の方でやられてる方に。すごいな。はい、製麺工房。こんな感じで。蓋が開きました。おはようございます。すいません。お世話になります。すいません。上の簡単な説明を聞いて、ここから今から煮干し麺切ります。じゃあちょっと上の方から説明を。まずですね、ここが配合室になっているかん水を作ります。塩とかかんこっていうのを混ぜ合わせて、麺を練る水をここで作ります。で、完成したかん水はこんな感じで冷やしておきます。一晩寝かせて冷たくしたものと、こうやって冷たい粉で作るのが、まあ、うちの基本のやり方です。この辺がオリジナルっすね。すごい。オリジナルです。
うなる。この機械は複合機って言って2枚の生地が出てきたのをさらにここで合わせる。自家製麺のお店だと2枚合わせて鍛える作業がある。これは勝手に2つ機械に分かれて入れてくれるみたいな。でこれが煮干し麺の生地で、これから煮干し麺を切ります。はい。この機械やばいですよね。ちょっとこの音やばくないですか。これね、製麺屋レベルなんですよ、機械が。やっちゃったね。やっちゃったパターンなんですよ。そう。これはね、やっちゃってる。ね。お値段もこれだけで7000万ぐらいだった。マジで。製麺屋さん買うやつだから、だから本当これ全部見てもらったらやりすぎだっていうことがね、ちょっとね。今はなんか製麺粛々と製麺業をしようって言ってる。見ましたあれ。これからスタートしたんですよ、15年前。あれも別次元でしたね。相当大変でしたね、あそこに慣れるまで。あれ買った時はだから使えなかった。あれはもう全然使えなかった、本当に。例えばレシピが100何個あってもボタン1個でそのレシピのこうなるんですよね。と思ってたらレシピが10個ぐらいしかないんで、いらねえだろこれみたいな。オーバースペックですね、完全に。この辺をフェラーリで走るみたいな。下町を一足しか入らない。ブレーキ、ブレーキ、ブレーキ。ラーメン好きからすると最高ですよね。だから俺良かったなと思って。本当。何でもできちゃうんで。夢の国、本当。完了しましたとか。どんどん、作った生地をどんどん伸ばしていって、要はどんどん力を入れていって欲しい太さまで伸ばして、で途中で打ち粉を打ったりとか、今粉打ってたりとかしてて、粉がここで、はい。ここで切れるわけです。回していいよ。あそこは切り刃にゴムが入ってて、まずゴムで縮れさせます。でさらにあそこから戻ってもみ切っていうのを通って戻ってますね。そうなんです。戻ってもみ切を通ってここでカウントして。新しいロットのものでも。中身なんかいいのない？俺もいつか吉村さんみたいに「はい2000万!」とかやりたいですね。お前いくらだ去年。はい3000万。じゃあ2500万置いとくかとか言ってね。でも煮干しはもう本当にやり尽くしていろいろと本当にやり尽くして、一巡どころか10周ぐらいかもう回っちゃって。好きですね。僕田舎が福岡なんですけど、福岡って煮干し、いりこと昆布だしなんですよ。もういくらでもいいからもうちゃんとしたの持ってきてよ。はい、2000万言うだけただ。
今日後でひよこさんに納品に行くんですけど、うん柴田さん。ひよこかはい。ひよこ渡すのこれそうですね、納品に行ってください。なんかメッセージ書いておこうかな彼女をくれうちに元いた子がいて変なラーメン作ってるんですけどなんかねガチすぎるんですよねで人生をちょっと楽しんでほしいな、だからそのラーメンだけしか考えてないからラーメンが薄っぺらくなりがちあるじゃないですか。人の深みみたいなのっていろんな壁にぶつかっていってと美味しいラーメンというかで面白いラーメンになるのかなと思ってやっぱ出ちゃうんで、なんで彼女をまず作れと人生を楽しめと。阿部ちゃんもやってるちゃんとなんかあ、そうですね。ゲームだろう携帯のまあそうですね。ダメだよゲーム今度カブトムシあげるから俺育ってから今カップに入れてあげるからちゃんとじゃあ上行きますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんでそれだとそれがなんか高級寿司店に開発依頼を受けて今全然もう麺の形してないですけど強制熟成というか強制的に空気を抜いてで麺って作りたてはこう浮くわけですよ。で自家製麺さんって基本的にそれがこう良さでツルツルするみたいなでそれを、強制的に脱皮することで麺自体のフレッシュ感は残りつつも熟成が入ってるっていうちょっと変わった普通1玉ってまあ売っても50円から100円80円ぐらいですかね1玉ってでこれを僕らはどうしたらじゃあ下手したら300円とか500円で1玉売れるんだろうみたいなそこにそのお店さんも我々もなんか付加価値をどうやってつけれるかなっていうチャレンジでラーメン屋さんとやってもイノベーション起こらないんでもう飛び越えてねいや50円が100円になったってもう大したもの作れないですよ。崩していくとすごいですよね。これでそのお寿司屋さんもこう納得いただけたんでめちゃくちゃ納得してない。いただいてこれがいいっつってね。でもなんか居酒屋さんとかお寿司屋さんとかレストランで使おうとした場合結構そのこだわっていろいろやってくれるんでだったらこだわった麺でもういいよねっていうなんでその分値段は3倍とか取ったとしても向こうは全然いいよもうやってくれるならみたいな500円で売るってなかなかないですよね。マイケル・ジャクソンが踊りながら作ったとかね引田天功のなんかとかもうなんかそういう付加価値になっちゃうんですよね。でもねずっとやってればきっと何かあると思うんですよ他がやらない価値みたいな。すごいいい匂いしますね。すごい。こんなのは見たことないです。やばい。僕はねセメント大嫌い派でセメント見ました。はい。セメントはねうまいって言うから一本で出ないからああ、なるほど。あれ僕昔セメントよくやってたあ、やってたんですか。やり尽くした意にこう行き着いたのがそうそうやっぱ麺はねまあうちのは麺を食べるスープでもあるもんね。そうスープもそうですけど、まあ麺かな。その麺がやっぱ麺でできたのがこのスープなんですよ。見ての通りこれ大量生産には向かないっていうことがもはや白日のもとにさらされたんですけど普通に店で作ってた方がコストかかんないですよね。で今これ一部再利用してラー油作ったんですね。あれちょっと SDG 的な感じもあって、まあ再利用です豚の餌にしたりとかもっと言った方がいいよそれ
やってますいや、あれこれね、多分ね、業界やってるとこまだないんですよ。ゴミ問題ってあるじゃないですか。で、僕らもできれば環境負荷を少なくっていうので、業者さん変えたんだよね。すげえコストかかるんですよ、それにも。だからまともにやろうとすると、本当ね、コストはいっぱいかかる。普通、回収するのは安い業者さんいっぱいあるんで、それじゃあちょっと世の中にはなと思って、こっちですね、これが、さっきのスープ。はい。めちゃくちゃきますよ。1杯2000円ぐらいで、1日600ぐらい出てるんで、めちゃめちゃ大行列ですよ。でもやっぱスープが大変なんですよ。だから豚骨スープこうあるじゃないですか。あれがやっぱできないんですよね、みんな。でも僕らはもう10年ぐらい海外やってるんで、台湾とか中国とか、ね、アジア、フィリピンとかで、そういうスタッフを行ってもらったりとか、我々の社員を行ったりとかでやってますね。可能性がある。あとちょっと切りにくさ研究やね、これ。切れない方がいい。そっか、最初の口当たりが下がるのか。18、9からニューヨーク行って、海外面白いねってなって、その時はラーメンやると思ってなかったんですけど、なんかやりたいなと思って、好きなことをしようと思って、とにかく食べ歩きとかいろんなこと始めたんですよ。そしたらラーメンが本当に好きになって、で会社辞めるようなことが起こって、じゃあもうやることないから好きなこと仕事にしようかっていうので。うまいっすよね。これうまそうな麺線してますよね。ラーメン、ネットにラーメンの集まりとかで、そういう人たちと一緒にラーメンなんか作ったりとかして、でこんなんやるんですねとか言いながら本見てみたいな。ラーメン屋さんもね、軌道屋さんって、店長と昔一緒で武蔵屋で働いてたもう15年前です。中野の武蔵屋で店長と2人でワイワイやりながら、そうそう、菊池さん平山さんも一緒にやってた。3人でみんなワイワイ家系でもやってたんですか？やってたの。家系武蔵、中野武蔵屋ですね。朝ね、ちょっと個人店の新井薬師にあった高善というラーメン屋さんだったんです。もうなくなったんですよ。もうそこで朝6時から9時ぐらいまでお手伝いして仕込みの。で武蔵屋は10時から10時ぐらいまで働いて、でそれから近くのモスバーガー、中野栄のモスバーガーで深夜2時まで働いてっていうサイクルを週5やって、で日月でイベントラーメンやってた。普通にですよ、一般企業ぐらい以上にしたいじゃないですか。で社員さん雇って、ね、休みも作って給料も払ってって言ってできるコストって限られますよね。でも店主とかその従業員がもうズタボロになってやってるとこもたくさんあって、でそれで10年ぐらいしたらもう辞めちゃってなんていうのがざらに多くて、めちゃくちゃ削ってると思います。うちの親父が48歳で死んでるんですよ。もうそれが嫌なんで続けられる、ちゃんと働けて。はい、2000万言うだけただこれはいいよね。